こんにちは、のりたろうです。本日はコイン相場大暴落の不都合な真実ということで、コイン業者さんは絶対に口にしたがらない不都合な真実を皆様と共有したいと思います。その不都合な真実というのが、アンティークコインも大暴落したことがあるという事実です。サムネイルにもあった通り、備えよということで、実際に過去にアメリカのアンティークコインであった大暴落を紐解いてみて、今後コイン投資をする上で私たちは何にどう備えたらいいのかということを深掘りしてみたいと思います。ただし私がこの動画で言いたいことは、コインは買わない方がいいというわけではなく、あくまでもどういったリスクがあるのかというリスクを理解した上で、どんどん買いましょうということです。決して暴落するものが悪ということではありません。その分、安く買えるチャンスがあるということですし、暴落するものが悪いものであれば、土地とか株とか、このような全ての投資商品が悪になってしまいますし、もちろん現金預金の価値もインフレで現在進行形で暴落中ですので、現金も悪者になってしまうということになってしまいますので、八方塞がりと感じていらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんが、そこは知恵を使ってその時の社会情勢に従って、その時により安全と思われる資産に一時避難させて乗り切るしかないかなと思いますので、今回は過去の経済状況とかですね、金融相場、金銀の価格の相場、そういったものを照らし合わせてコイン相場の大暴落の原因と、それに対する対策というところまで見ていきたいと思います。近年ではですね、モダンコインが暴落、暴落というほど暴落ではないんですけど、相場下落したことがありました。これは世界のオークションの相場が出る前に転売目的で値段を釣り上げる方がいたので、それで暴落したよということではありましたが、これもモダンコインが悪いものということではなく、勝手にモダンコインとカテゴリーをくくってるんですけど、コインはコインで、基本的にはアンティークコインもモダンコインも同じ原理で市場で値段がつけられているもので、需要と供給のバランスで価格が決まっているだけのものです。ということは当たり前ですが、アンティークコインについても需要と供給のバランスが崩れる場面があるということで、絶対に値崩れしないというのは、もしかしたらコイン業者さんのポジショントークかもしれませんし、確かにここ数年だけ見れば値崩れしてないんですけど、世の中に絶対っていうのはありませんし、あんまり近視眼的な発想で、見るのも良くないかなと思います。ということで、今回見るのがですね、アメリカの2大鑑定会社の一つである PCGS が発表している PCGS3000 インデックスというアメリカのレアコインの市場価格を用いたインデックスで、アメリカのコインの日経平均みたいなもので記録されている、過去のアメリカのコインの大暴落の記録を見てみたいと思います。こちらはどなたでも見られますので、概要欄にリンクを貼っておきますので、一度そちらでご覧になってみてください。ということで早速見てみましょう。こちらがそのページになります。まずそこに PCGS3000 インデックスに関する免責事項っていうのが書いてありますので、ここは大事なところですので、注意事項日本語で、読み上げます。免責事項ということで、 PCGS3000 は特定のコインカテゴリーに対して PCGS が開発したインデックスに関する PCGS のコイン価格専門家の意見を反映していますと。売りに出されている特定のコインは、特定のインデックスに含まれていない可能性があり、含まれている場合でもインデックス全体と同じ市場変動を経験していない可能性があります。したがって
PCGS3000 は特定のコインの価格や市場履歴を決定するための唯一の情報源としてではなく、レアコインの価格及び過去の価格変動に対する一つのガイドとしてのみ使用されるべきですと。で PCGS3000 または特定のコインインデックスの精度に関していかなる保証も負いませんということで、しっかり注意書きにあるように、インデックスっていうのは平均値みたいなもんなので、それが全てではないと。あとは、これが変動しているからといって他のコインに、影響があるかと、そういったことも一切責任も負いませんということで、一つの指標ということで見ていただけたらと思います。この上のですね、青い PCGS3000 インデックスリストっていうところをクリックすると、どういったものが使われているかっていうのがこのように見ることができます。で、1700年代から1900年代後半ぐらいまでのさまざまなグレードのコイン、レアコインを中心に扱われていまして、こちらのコイン相場を元にインデックスを作成しているということです。そしてグラフが下にありまして、1年、3年、10年、あとは1970年から現在の4パターンで値動きを見ることができます。ということで、まずは直近1年のコインの値動きを見てみましょう。するとこのように右肩上がりということになっています。で、指数が左は指数なんですけど、6万ぐらいから7万1000くらいまで上昇しており、年間でいうと 18.33% の上昇率ということになります。ということで、コイン市場が非常に好調だったということがわかるかと思います。で、直近3年のスパンで次見てみますと、このように少し様子は変わります。なんだか2019年から2020年はあまり価格が動いてなさそうな感じです。それでも指数は5万5000ぐらいから7万1000円と上がってますので、年率換算では上昇率は 9.69%、少し控えめにはなりますけど、これでもしっかり上がっているというのは分かります。そして10年のスパンで見ますと、あくまでもアメリカのレアコインの話ですが、少し様子が変わっておりまして、2015年から19年にかけては下落相場だったことがわかるかと思います。2015年に指数が6万8000だったのが2019年に5万4000付近まで下がって、だいたい 20% ぐらい下がりましたが、今は7万1000付近ということで、V 字型になっています。で、私の前回の動画でドルコスト平均法のシミュレーションしたんですが、この下落トレンドのうちにコインを仕入れていた方は今かなり利益が出てるかなと思われるのが、このグラフでわかるかと思います。で、そして続いて今回の動画でお知らせしたい大暴落の履歴というのがこちらになります。1970年から現在までのデータですが、1982年から89年までのコインがもう急上昇しまして、その後1994年まで続いた大暴落という履歴になります。指数で言いますと最高値が18万ぐらいまで上がってるんですが、底根のところは5万まで、指数が下がっておりまして、72.22% も下落しています。これは完全なるバブル崩壊と言っていいかと思いますが、ただしその中でも注目していただきたいのが山の両端の麓の部分です。バブル前は2万2000ぐらいで上昇し始めて、で暴落後でも5万ということで、だいたい2倍以上にそれでも上がっているということです。ということは、あくまでも長期的に見れば底堅い投資だということが、お分かりいただけるかと思います。ということなんですが、やはり気になるのはこのバブル崩壊っていうのが、何が
要因なのかっていうのは気になりますよね。で、このページでは他の指数っていうのを見ることができますので、ゴールドスポット指数とかですね、一般的な金貨インデックス、いろんなのがあるんですが、だいたいコインのインデックスは似てるかなと思います。ということで、その指数の中でもちょっと気になるのが、ゴールドの価格変動はどうだったかというところです。こちらを比較してみましょう。これを比較すると、全体的に底堅く右肩上がりっていうのは、ゴールドのスポット価格とコインの指数似てるかなという気がしますが、1989年のこのバブルの時ですねは、金の価格はほとんど変動していないということがわかると思います。これはあくまでもアメリカのレアコインの話ですが、コインの値動きは金価格とだいぶ違った値動きをするっていうことがよくわかるかと思います。なので、金の現物とかそれに近い地金型コインとかと、あとはレアコインですねの両方に分散して投資すると、リスクヘッジとしては非常に良い分散投資になるなということが、一つこれでわかるかと思います。で、次に、一応ですがシルバーとも違いを見てみましょうということで、シルバースポット価格ですねもPCGS のところにありますので、それと比較すると、シルバーはむしろ1989年の時にはかなり安くて底値ぐらいでですね、この銀のピークの2011年にボーンとピークがあるんですが、逆にレアコインはピクリとも動いていないというのがわかるかと思います。むしろ逆相関があるんじゃないかなっていうぐらい連動していないので、なんでレアコイン指数が上がってるっていう時はですね、先日動画でお知らせしましたような地金型の銀貨などにもコツコツ投資しておくと、とても良い分散投資になるかなと思います。ということで、少し本題から外れたんですが、銀もレアコインのバブルには全く関係なさそうということで、次に経済の良し悪しが関係しているのかということで、アメリカ経済のリセッションですね、景気後退のところと関係しているかを見てみたいと思います。それがこちらです。で、このグレーの部分がアメリカでリセッション、つまり景気後退が起きていた時を示しています。で、これを見ると1980年のコインの急上昇の波と、あとは1989年の急上昇の波については、なんとなくピークのだいぶちょっとずれてるんですけど、後にリセッションがあるのかなっていう感じがしますが、大きな出来事といえばですね、1987年のブラックマンデーとか、2001年の IT バブルの崩壊、2008年のリーマンショック、2020年のコロナショック、こういったところではほとんどびくともしていないという感じがします。これは一つ今後起きるかもしれない、リセッションに対してコインへの投資っていうのがリスクヘッジになるということを裏付ける、大きなデータになるんじゃないかなと思います。ということで、アメリカ経済のリセッションと比較してもあまりはっきりした相関関係は見られない感じでした。むしろ大イベントのところでコインが下がっていないというのが分かったかと思います。ちなみに、日本では1989年って言えばトラウマの人もいるんじゃないかなと思うんですけど、日本で投資経験が長い方なら、思い当たる節があるかと思います。バブルの崩壊ですね。1989年は昭和から平成に変わった年でもあり、1989年の末に日経平均株価が最高値をつけたと。で、その後にバブルが崩壊して、その後の金融システムが徐々に不安定化したと。で、いろいろありましたね。山一証券が破綻したりというのがあって、その後の失われた30年にも続く大きな転換点になった年でもありますということで、一応ですが日本の日経平均、アメリカのニューヨークダウ、
一緒に1970年から示したグラフを一緒に見ますと、ちょっとあれという感じがしたんですが、なぜか日経平均のチャートがかなり似ているように感じます。私の個人的な意見ですけど、アメリカのレアコイン指数の PCGS3000 インデックスと日経平均がなぜかシンクロしているという、結構ハテナマークが何個か出る面白い展開になってしまったんですけど、どうやらこの本ですね、アンティークコインギャラリアさんが、先日出版されたばかりのエコイノミクスアンティークコイン市場ガイドブックという本をですね、この本にこの暴落時のアメリカの様子っていうのも詳しく書かれておりますので、詳しくはぜひこの本をご購入いただいて、読んでいただけたらと思うんですが、要約するとですね、ウォール街の投機マネーがぐいっと入り込んで暴騰して、その後暴落の引き金も投機筋の影響ということなので、これは結局のところ日本のバブルも投機マネーによる無理な値段の土地とかですね、そういったものの釣り上げなわけですから、つながっていてもおかしくないかなと思いますが、真相は闇の中というところかなと思います。ただだいぶ日経平均とシンクロしてるなというのは面白い。で、逆にニューヨークダウとは全然シンクロしていない。全然ではないですけど、なぜか日本の日経平均とつながっているかなという状況でした。ということで、今回の動画の教訓をまとめますと、まずレアコイン市場でも過去に大暴落があったと。で、金相場、銀相場、あとはリセッションとも相関関係があまりなさそうだというのが分かりました。あとは投機筋による価格釣り上げは要注意ということで、今のところ現在のコイン市場っていうのはですね、 PCGS3000 のインデックスを見ても、バブルというほどの急激な値段の急上昇は起きてるとは言えないかなと思いますが、今後ですね、ウォール街とか、大きな投機筋の参入などの噂とかですね、あとは前回の暴落時のような急騰があった場合っていうのは少し静観したりですね、今で言うとモダンコインとか地金型コインなどのレアコインの相場と関係が低いものへの投資をしたり、あとは暴落するのを待って暴落した時に安くなったレアコインを買うとかですね、そういう戦略もいいかもしれません。あとはレアコインでもあくまでもこれインデックスですし、また注目されてないレアコインなんていうのもたくさんありますので、そういったものを探して買うっていうのも一つの手かなと思います。ただいずれにせよコイン市場っていうのはですね、長期的に見たら結局は右肩上がりなのは過去の履歴を見ても間違いないと思いますし、あとはリーマンショック、ブラックマンデー、コロナショックみたいな歴史に残るようなリセッションに対しても暴落などせずにしっかりリスクヘッジできるということはお分かりいただけたかと思いますので、リスクをしっかり理解した上で、盲信せずにですね、資産の防衛をしていきましょうということで、今回のお話は以上になります。最後までご視聴くださいましてありがとうございました。いつも応援してくださっている皆様、本当にいつもありがとうございます。それでは最後、皆様一緒にレッツコイン。ご視聴ありがとうございました。